皆様、本日はお忙しい中ご参集くださいまして誠にありがとうございます。インターネット中継をご覧の皆様、お待たせいたしました。ただいまよりレッスルキングダム13記者会見を始めさせていただきます。本日の司会を担当いたしますテレビ朝日アナウンサー大西洋平です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、本日は2019年1月4日東京ドーム大会の第2弾対戦カードに関する情報を発表させていただきます。プレスの皆様はぜひ幅広く掲載よろしくお願いいたします。それではまず新日本プロレスリング株式会社菅林直樹会長にご登壇いただきます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私からレッスルキングダム13 in 東京ドームに関しまして3点発表させていただきます。まず、より多くのお客様に余裕を持って会場に入場していただくため、1月4日東京ドーム大会の会場時間を30分早めて15時30分から15時へと変更させていただきます。2つ目は東京ドーム大会の券売状況をご報告いたします。おかげをもちましてロイヤルシート、アリーナ A 席、バルコニースタンド席の3席種が完売となりました。またアリーナ B 席も残りわずかとなっておりますので、お早めにお買い求めいただけますと幸いです。3つ目は1月4日東京ドーム大会第2弾決定カードを発表いたします。IWGP ジュニアタッグ選手権試合3ウェイマッチ、金丸義信エル・デスペラード組対小陽組対武士高木慎吾組、 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合櫛田対石森泰治、スペシャルシングルマッチ岡田和親対 J ホワイト、そして IWGP インターコンチネンタル選手権試合クリス・ジェリコ対内藤哲也、選手権試合を含みます以上の4試合が決定いたしました。なお、クリス・ジェリコ対内藤哲也につきましては、ジェリコ選手本人はタイトルマッチを了承しておりませんが、IWGP インターコンチネンタル王座は新日本プロレスが管理するベルトですので、東京ドームでは内藤選手とタイトルマッチを行っていただきます。また改めて2選手が揃った記者会見も行う方向で調整してまいります。ありがとうございました。菅林会長、ありがとうございました。今発表にありました通り、会場時間15時午後3時となります。ちょっと会場の後ろの看板にはですね、まだ会場15時半となっておりまして、ちょっと変更が間に合いませんでした。大変失礼いたしました。15時午後3時会場となりますので、皆様どうぞお間違いのないようにお越しいただければと思います。さて、それではここからは今発表になりました各カードの選手に登場していただきたいと思います。まずはIWGP ジュニアヘビー級選手権試合王者櫛田選手対チャレンジャー石森泰治選手の記者会見を行います。まずは石森泰治選手の登場です。続きまして第82代 IWGP ジュニアヘビー級王者櫛田選手の登場です。
両選手にご登場いただきました。それではまずは石森泰治選手、コメントをお願いいたします。俺がこのリングに上がる理由、それは紛れもなく新日本ジュニアのトップを取るために IWGP ジュニアのベルトを取るためにここに来た。ようやくその時が来たな。現王者櫛田、俺に一回負けてるのに何も反応してこないこのチャンピオンだから、特に盛り上がることもなく話題にもならない、そういう風になってしまったこの IWGP ジュニアのベルトをこの俺がリボンしてやるよ。ありがとうございます。では続きまして櫛田選手、コメントをお願いいたします。はい、中学生の頃からプロレスラーを志してですね、今日の今日までプロレスラーは強くなくてもいいと思ったことは一度もありません。このベルト、プロレス界に数多くベルトはあれど IWGP の名がつく唯一無二のベルトです。いい試合、そんなものは関係ありません。勝負がしたいと思ってます。大阪では松葉杖で殴られるという人生初の経験をしてしまいました。どうやら石森泰治の足も嘘だったということで若干人間不信に陥っています。彼が言う生まれ変わるがそういうことであるとするならば少し残念に思う気持ちもありますが、1月4日東京ドーム、僕も生まれ変わります。必ずこのベルト防衛します。ありがとうございます。ではここから質疑応答に移りたいと思います。記者の皆様、ご質問のある方、挙手の上お願いいたします。いかがでしょうか。はい、新日本オフィシャルですが、石森選手、今、櫛田選手の発言もあったんですけども、その負傷欠場されてましたけど、その怪我の状況っていうのは、実際のところどうなんでしょうか。全然大丈夫です。わかりました。お二人に、シングルはおそらくスーパー J カップで、一度櫛田選手がシングルで勝っていると思うんですけど、改めて、その時とは状況が変わっていると思いますので、お互いの印象というか、警戒する点をちょっと、石森選手から伺えればと思うんですけど、櫛田選手の警戒する点があったらお願いします。過去には一回やられてるかもしれないけどね、俺はボーンソルジャーとしてリボンをしたから特に警戒する、そういうのはあんまないかな。櫛田選手、そうですね、2年前スーパー J カップですね、その時は後楽園ホールのメインイベントで、で今回は東京ドームという考えは多少なりともありますけれども、その頃から石森選手が比べてと生まれ変わったと何度か肌を後楽園ホールなどで合わせましたが、言うほど生まれ変わってはないのかなと。コスチューム、見た目、発言は変わったとはいえ生まれ変わったとはそこまで言い切れるほど変わっているようには僕には見えません。東京ドームでは僕の方が生まれ変わってやろうと思います。
ありがとうございます。他質問のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。はい。それではここから写真撮影の時間に移らせていただきます。では選手のお二人も準備をよろしくお願いいたします。では写真撮影以上とさせていただきます。選手のお二人どうもありがとうございました。それでは続いての試合に移りたいと思います。続いてはスペシャルシングルマッチ、岡田和親選手対 J. ホワイト選手の記者会見を行います。まずは J. ホワイト選手の登場です。続きまして岡田和親選手の登場です。両選手にご登場いただきました。それではここでまずは J. ホワイト選手から試合に向けてのコメントをお願いいたします。It's quite funny how things come full circle like this, Okada. You remember the last time that me and you sat in a sitting like this at a table? I believe it was January 6th this year when you actually invited me into Chaos and I was joining Chaos. You know, I talked about destroying the Bullet Club, and that's exactly what I did. I followed through on what I said. Well, the Bullet Club that everyone knew at the time anyway. It was funny how it's now being rebuilt with me at the helm. And look at how well it's doing. Look at how well Chaos did when I was there. Then I leave, and now it's just a downward spiral for them. On that day, I also told you that I would come for you, and I did that too. I followed through on everything that I say. See, I beat you in the G1. I took your best friend from you. I made him turn on you after, 6 or 7 years of you two working so closely together?
And it's not going to stop there either. See, on that day, I told you that I would come for you, and you laughed. You laughed and you said that I would find you're on a completely other level. Well, that clearly wasn't the case in the G1, but you laughed at me. You didn't take me seriously. So from that day, that's when you sealed your fate. You're the one that triggered all of these events. You know, from that day, I promised myself that I would destroy everything that you have built here and take it all away from you. And the best part about it is I did it right in front of your face, right under your nose, right in front of your eyes, and there was nothing that you could do about it. You can translate that for him now, maybe, and then I'll keep going. こうやって2人で顔を合わせるのはまずは今年の1月6日だったかもしれないと。そこから何が起こったかを思い返してみると笑いすら起こってしまうかもしれないな。あの時バレットクラブを破壊するという名目を持ってケイオスに入った。でその時に自分は言ったはずだと。仲間になるのではない。岡田はお前に対して向かっていくんだと。そして自分がやったことをこの1年でやってきたことすべてみんな覚えているかもしれない。あの時から自分の中では計画がすべて始まっていた。そしてお前を倒し、そして、大切な親友仲間でもあったあの男を自分のもとに持ってきた。自分は一歩たりとも下がることもなく止まることもなく進んできた。お前に言ったことをすべて成し遂げたであろうと。お前に向かっていく、そう言った時に鼻で笑っていたかもしれない。でもこの夏の G1 もはじめお前の大切な仲間を奪ったこともすべてはその1月6日から始まっていたんだ。お前が持っているものすべてを奪ってやる。そしてお前がどのようにしてそこから自分自身を再構築していくのかをお前の目の前で見ていたかったんだ。See, there's another way that I look at all of this as well. So, an optimist believes that we live in the best of all possible worlds and situations, and a pessimist fears that that is true. Now, I refuse to believe or accept that the world here in New Japan Pro Wrestling and pro wrestling in general that Okada has built, I refuse to believe that that's as good as it can get. I refuse to believe that that's as good as it can be. So that's why you're all lucky that I'm here. I'm going to change it all. I'm going to make everything better. Not for any of the fans or any of you or for you, Okada. I'm doing it for me and the Bullet Club. You're all just very lucky that you happen to get to experience it as well. There you go. You can do that as well. 楽観的にこの事態を世界を見るのならば Your microphone's not on. 楽観的にこの世界を見る人たちはどんな状況であれ素晴らしいことが待っていると信じるであろうと。そうではなく悪い面を見る人たちというのは全てが暗黒の世界につながっていると信じると思う。今ここで生きている世界、そして新日本プロレスのみならずこのプロレスという業界全てが今岡田がいる状況をどのように見ているのかなと自分は思ってしまう。ここまで来てまた新しいことを始める、そしてそこから再構築していくという新しい姿を見せたいということを思っているであろうし、みんなもそのように思っているのかもしれないけれども、それは全て俺のおかげであるということを忘れないでほしい。俺が全てを変えてやる。岡田だけではなくケイオス、バレットクラブ全てを変える。そして俺の存在をみんなが幸運に思ってほしい。You also, I've talked a lot, but you just got to look at what I've done in this company and in this business this year. The impact that I have had since coming back. I have followed through on everything that I said that I would do, and look at what's happened as a result of it. You have a reunion between Kenny and Ibushi, something that people thought they may never see again. Just recently, Okada and Tanahashi working together. No one would have ever thought they'd see that, but you're all welcome. That's down to me and the impact that I've had there. See, Okada, you don't call the shots anymore, and I have a lot of real estate in his head, in his mind. He tries not to show it, but I'm getting to him. I told him, and I told all of you, this would happen on my terms, when
I wanted it to happen. And look, now we're going to do it on the biggest stage possible. Wrestle Kingdom in the Tokyo Dome. So I ask you again, are you still laughing? Is this still a joke to you? Or have you finally realized that I'm a very, very serious threat to everything that you have here? You see, Rainmaker, no more rain will fall by your hands, but you will fall by mine. This is a new era, not just in New Japan and pro wrestling. This is a new era. This is the cutthroat era. And you, at the Tokyo Dome, of all places, will breathe with the switchblade. 今日ここで少し自分の口数が多いかもしれないけれども、自分がこの1年の間でどれだけのインパクトを残してきたかというところを再確認したい意味でもたくさん喋ることがあるんだ。1年間の間何があったか。ケニー・オメガとイブシ・コータの再結成、これだってファンが誰も想像もしなかったことであっただろうと。そしてお前岡田、棚橋と結託することになったみたいだけど、あれだって誰のおかげで起こったことだと思っている。実は全てのことはお前の手中にはもうないんだ。俺がコントロールしている。そして今回は俺たちの戦いが東京ドームのレッスルキングダム13で実現する。だったらこれも素晴らしいものにしようじゃないか。でも素晴らしいものにするのは誰のおかげなのか。それにも気づいてほしい。お前は実は本当の窮地に陥っているんだぞ。その窮地を救うのも、もしくはさらなる暗黒の世界に陥れるのも俺なんだ。もうお前の手元から金の雨を降ることはない。雨を降らせるのは俺であり、新時代を築くのは俺である。東京ドームでどんな戦いができるか楽しみにしている。ありがとうございました。では続きまして岡田和親選手、試合に向けてコメントをお願いいたします。はい、率直にこのカードが東京ドームでいいのかなとは思いました。僕は本当に次のシリーズでシングルマッチが組まれるんじゃないかなと思ってました。一昨日 J がいつでもどこでもいいと言ってたので、別に今ここでやってもいいんじゃないかなと言いたいところですが、本当に僕は早く J とシングルがやりたいです。本当にレッスルキングダムにふさわしい戦いになるかどうかは分からないですけども、早く J を潰したいです。そしてね、俺からいろいろ奪うらしいですけども、まず大事なものを奪ったらしいですけども、別に俺からしたら下道さなんてそんな大事なものじゃないから、どうぞどうぞ持って行ってくださいよ。いらないね。ただ全て奪うんであれば、俺がやってきたことの上を行ったら全て奪えるんじゃないかなと思います。ただね、僕が今までやってきたことっていうのはそんなに安売りしてないんで、やれるもんならやってみろ。ありがとうございました。Hang on, can I get any of that? I want to know what's happening in this guy's head. If you can remember. You've been saying you destroy everything and take away everything from Okada, but for example, if you took away Gedo, that was my best friend, but he's not best friend anymore, and he's not that important for me. So if you remember, I'm gonna squish you because you are not a destroyer of anything. Yeah, he can say that all he wants, but look at the proof of it. You can say I haven't destroyed anything. Look what happened to the Bullet Club. Look what was happening to Chaos. I still have someone inside Chaos that agrees with me that I'll reveal when I choose, because I decide how this happens. So he can act like it's not getting to him. And yeah, of course, Gator's not your best friend anymore. You're going to say it doesn't matter. You're only saying that because it's already happened now, so you don't look like as much of a jackass as we made you look in Kobe. It's all talk. Look at the proof of this year.
I have followed through on everything that I said, and I'm going to do that again at Wrestle Kingdom. And you need to realize this and stop realizing that, this isn't some joke. This is very serious, and you will come to realize that at Wrestle Kingdom, whether you want to or not. I will make you realize that. 今言ったこと、とりあえず聞いてはいたけれども、口だけだよねと。自分自身が証明してきたその事実を踏まえてそれを言ってるのならおかしいことだと。バレットクラブもケイオスもこの1年で何が起こったのかを考えてみてくれれば、今岡田が言った発言がどれだけのことかというのは理解できると思う。そしてケイオスに俺を選んだことも実はどこかでみんなが後悔しているのではないかな。事実を知ってほしいと。そして神戸でお前を最高にダサい男に見せることができたのはこの俺だし、口だけならばたやすいことだ。有言実行の男はこの俺で、レッスルキングダムでもそれを実行するまでだ。ありがとうございました。それでは質疑応答の時間に移りたいと思います。場内記者の方、質問ある方ではお願いいたします。はい、新日本オフィシャルですけども、岡田選手に伺いたいんですが、おそらく、IWGP がに関わらない東京ドームというのは2012年の凱旋以来かと思うんですけど、そのことについてということと、先ほどのお話ですとやっぱり東京ドームの岡田和親の相手として J. ホワイトはふさわしくないと思われているんでしょうか。IWGP に絡めてないっていうのは悔しいことではありますけども、そこまで自分の中ではそんなに大きなことではないのかなと思いますし、ないならないで違う戦いを楽しんでやろうかなと思ってます。ベルトがないからこそ、しょうがないことではあるのかなと思うんですけども、J. ホワイトっていうのは今までの東京ドーム、僕がやってきた相手の中ではやっぱり物足りない部分はあると思いますし、やっぱり世界に注目してもらえる大会だからこそ、僕がいるだけでは一つ大丈夫だと思うんですけども、やっぱり世界に響く戦いにしたいというのはあるので、東京ドームでダメなんであれば、また僕が自分の力でですね、本当に海外に届いていけるようなパワーを、試合を送っていけたらいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。他質問のある方いらっしゃいますでしょうか。すみません、岡田さんお聞きしたいんですけども、先ほどJ 選手がコメントの中でちょっとさらっと棚橋さんと結託したようだけどとおっしゃったんですけど、改めて岡田さん的に棚橋さんと以前この握手しましたけど、その関係性というか、そこにちょっとお伺いしたいんですけど。棚橋さんとの関係性です。棚橋さんとの関係性ですか。結託したようだけどって言ったんで、それも踏まえてです。結託はしてないですね。あんだけ、試合に助けてもらったんだったら、握手もいつまでもありがとうとも言わずにっていうのもちょっと礼儀としておかしいかなと思ったので、そういう意味で握手しただけですし、僕が別に本体入ったわけでもないですし、ケイオス抜けたわけでもないですし、僕も9月に神戸で負けたっていうのは忘れてないので、一緒にこれからやっていこうとかそういうのは全くないですね。よろしいでしょうか。では次で最後の質問とさせていただきます。J 選手にお伺いしたいんですけれども、J 選手は東京ドームという舞台で岡田和親とのシングル戦という、試合カードについてはどう思っているのか、岡田選手は物足りないと発言していましたけど、物足りない相手にも見えると発言しましたけど、J 選手はどう思っていらっしゃるのか。そして、岡田選手に東京ドームで勝ったらその後何か成し遂げたいことはあるかということを聞きたいです。This is a question for Jay. What are your thoughts on fighting against Okada as a single at Tokyo Dome? And if you got victorious, what's next for the coming year? And actually, Okada mentioned that you're not capable of fighting at Tokyo Dome against me, but what are your thoughts on that? I think that's very cute that he would say
I'm not capable of fighting him there. He said the same thing when I joined Chaos. He said I wouldn't measure up to him and that I'm not capable of being in the ring with him and beating him. Look at what happened in the G1. I keep saying, people were talking about words and all this talk. Look at the proof. Look at what happened in the G1. Like, what's your response to that? You talk about me not being on your level at the Tokyo Dome. I beat you in the G1. So what's your response to that? You said I couldn't, and I did. Same thing's going to happen in the Tokyo Dome. Says I can't beat him. I will. What are my thoughts on it? I know it's going to happen. I guarantee it's going to happen. That's how this works here. Have you not realized? Through this year, what I say I will do, I do. I follow through on my words, unlike him. 自分が対戦相手にふさわしくないというコメントは逆になんか可愛いなって思っちゃうぐらい軽く笑いが出てきてしまうぐらいですと。ふさわしくない、それはずっと言われてきたことだった。しかし自分自身が何をしてきたか、これずっと言い続けてるんだけども、自分がこの1年で何をしてきたかということをしっかりと考えてみてほしい。そして自分が証明してきたもの、 G1 でお前に勝った、レベルが達してない、そういうことも何度も言われてきたけれども G1 で倒した。誰もできると言ってくれなかったこと、できないと思われてきたことを全て今回やり遂げてきたのが今年の J. ホワイトだと。ずっとやり続けてきたことを東京ドームでもやる、それだけだ。 And in terms of what I'll do afterwards, I can do whatever I want. I already can do whatever I want at this point. Again, I have shown that. It's not just words. But to keep everybody happy, all the powers that be happy, once I beat the mighty Okada at Wrestle Kingdom, I can do whatever the fuck I want. And also, can I please have any questions for him translated so I can set the bullshit straight that he keeps spewing out? で、試合これもし勝ったらどうするかという質問でしたけれども、もし勝ったら終わった後、もちろん自分が好きなこと何でもしていいんだと思うよと。ただ、みんなを、ファンを、そしてこの団体をハッピーにまとめるためにも、それができるようにそれを踏まえての行動をしたいと思うと。ただそれは東京ドームで岡田が勝った場合というコメントだったけれども、勝つんで、楽しみにしていてほしいと思います。はい、ありがとうございます。では質疑応答以上とさせていただきます。それでは写真撮影に移ります。選手のお二人、テーブルの前に移動をお願いいたします。That's funny, huh? As soon as I say I want to have them translated, there's no more questions for him. Because I know that I speak the truth opposed to his bullshit.はい、では以上で写真撮影終了とさせていただきます。選手のお二人どうもありがとうございました。さて、では続いてに移りたいと思います。続いては IWGP インターコンチネンタル選手権試合、王者クリス・ジェリコ選手対チャレンジャー内藤哲也選手の会見を行います。ここでお知らせがございます。クリス・ジェリコ選手ですが、フライトの関係で本日の会見は欠席とさせていただきます。クリス・ジェリコ選手はフライトの関係で欠席とさせていただきます。誠に申し訳ございません。それでは内藤哲也選手にご登場いただきます。
それでは内藤哲也選手、試合に向けてコメントをお願いいたします。まずなぜこの場にクリス・ジェリコがいないのか。今日東京ドーム大会に関する記者会見が行われることは事前に決まってたわけでしょ。新日本プロレスの選手には11月5日のスケジュールを空けておいてくださいと事前に言われましたよ。しかも全選手にね。なら同じようにクリス・ジェリコの11月5日のスケジュールも抑えるべきでしょう。大阪大会でクリス・ジェリコが勝ったとしても負けたとしても一応今日のスケジュールを抑えるべきじゃなかったんですか。なんか最近の新日本プロレスはその辺すっごく雑ですよね。例えば1000シリーズのシリーズ名覚えてますか。ロードトゥパワーストラグル。その最終戦パワーストラグルのセミファイナルに出場する2人の選手、メインイベントに出場する2人の選手がシリーズ全戦不参加。一体それなのにどこがロードトゥパワーストラグルだったのか。どこがロードトゥパワーストラグルだったんですか。しかも大会ポスターに載っている選手の名前が当日の対戦カードに入っていないことが多々あったんですよ。その辺最近の新日本プロレスはどうなってるんですかね。新日本プロレスが世界に目を向けている、それは素晴らしいことですよ。でももっと身近なことや小さなことを丁寧に伝えることも俺は大事なんじゃないかなって思いますよ。失礼しました。ちょっとお話がそれてしまいましたね。失礼いたしました。クリス・ジェリコのことですね。大阪大会にて試合後、クリス・ジェリコが内藤とは絶対にやらないみたいな発言をしていたらしいですね。だとしたらなおさら彼には今日この場に来てもらって彼の言葉で彼の意思を聞きたかったですね。まあ大嘘つき野郎のクリス・ジェリコの言うことですから、まあ彼の本心だとは思えないけどね。彼の声を、生の声を聞きたかったな。残念ですわ。まあクリス・ジェリコもいないことですし、俺もそろそろ帰ろっかな。ほらご存知ですか。俺あさってからアメリカとカナダで試合を行うわけですよ。そう、まさにオクパードなわけですよ。大嘘つき野郎クリス・ジェリコもいないことですし、俺も帰りますわ。まあ一つこの場で皆様に宣言することがあるとすれば、2019年1月4日東京ドーム、クリス・ジェリコを沈めてやるぜ。アディオス。内藤選手が退場されました。
写真撮影の時間がこの後予定していたんですが、内藤哲也選手も退場されましたので、このまま、終了ということにさせていただきたいと思います。では以上をもちましてレッスルキングダム13 in 東京ドーム記者会見を終了とさせていただきます。インターネット生中継をご覧の皆様、これで終了ということになります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。報道関係の皆様には本日の内容につきましてお取り扱いのほど何卒よろしくお願いいたします。会場のお集まりの皆様、最後までどうもありがとうございました。